それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思いです。あの人に気になる人は今いるのかどうかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。1番はポノのカードです。ではよろしくお願いします。今回もトランスペアレントオラクルカード、こちらよりカードを出していきます。はい、それでは見ていきます。まずこちらがあの人が感じるあなたへのお気持ち、印象です。浅い関係性なのでまだそこまで仲良くなっていないよっていう方もいるかもしれません。見ていきます。そしてこちらが他に気になる異性はいるのかっていうところでズバリ出しています。で、補足で布沼カード出しています。最後こちらアドバイスカードです。ジャンピングで出てきた布沼カードも採用しながら見ていきます。まずあなたに対するお気持ち見ていきます。犬のカードも出てきているので認識されていると思います。浅い関係性でも例えば同じ職場にいらっしゃるとかパートナーとか親友を表しているカードなので仲のいい人っていう認識があります。その浅い関係性なのでその中でも認識はしているし好印象を抱いている近くにいる人っていうのが入ってきます。友達の友達だったりとか知り合いっていう可能性がすごく高いですね。そうですね。ご兄弟とかご家族の知り合いとかつながりがあるっていうのも入ってきます。はい。ずっとあなたがお相手のことを見ている、見つめている、視線を感じているっていうのも感じてるんじゃないかなとも思います。そしてあなたがお仕事つながりの人っていうのも入ってくるんですよね。仕事上の付き合いがある、またはあなたが一生懸命目標に向かって取り組んでいる姿を近くで見ているっていうのも入ってきます。浅い関係性なんだけどあなたって頑張り屋さんなんだなってそういう印象を持たれていますね。また夢目標であなたが頑張っているところでつながりがある人っていうのも入ってきます。はい、では、早速なんですがこちらですね。他に気になる異性はいるのっていうところで見ていきます。で、後からタロットカードでも出していくんですが気になる異性についてなんですね。ちょっとこちらも見ていきましょう。アンカーのカードが出てきました。もしかしたら他の異性気になる人がいるかもしれないんだけど、恋愛関係としてはまだ発展していないかもしれません。で、今回は気になる異性いるのっていう疑問系のテーマなので確実に相手に恋愛的なパートナーがいますって分かっている方は今回除外してください。いるかどうか分からなくて気になるっていう方向けのリーディングです。で、その異性の存在っていうのは感じるんですが仕事上のお付き合いだったりとかっていう可能性がある。なのであなたもお仕事上でお相手とつながりがあるのであれば同じ職場内でのライバルの存在がいるかもしれません。職場内のつながりもしくはそうですね、なんかお友達関係とかっていうよりは仕事上の付き合いで他の異性との絡みがある、またはそこまで恋愛的な発展っていうのはなさそう。今現段階では恋愛的な関係ではないんじゃないかなとは思います。ただね、この声のカードも出てきているので何かしらのアクションサインっていうのはあなたの耳にも届いているんじゃないんでしょうかっていうのが出てきているんですね。もしかしたらいるかもしれないみたいなそんな予感があなたの中でしている、または情報としてすでにもう出てきているのかなとも思います。タロットで見ていきます。以上のオラクルカードを踏まえていきながらあなたの、お相手のねあなたに対するお気持ちをこちらのタロットカードで見ていくこと、そしてこちらのインナーライトタロット、こちらから、他の異性に対するあの人のお気持ちっていうのを出していきます。まずそれぞれ展開していきましょ
はい、では出ました。まずアドバイスカードね、こちら一度ここに寄せていきます。まずはあの人の今現在のあなたに対するお気持ちっていうところで見ています。すごくいいものなんじゃないかなと思うんですね。あなたと一緒にいると安心する、やっぱりこの犬のカードと通じるものがあるんですが、一緒にいて落ち着くとか仲間とかね、お友達ってそういうイメージが入ってきますね。ですがこれから発展させていくかどうかっていうのがお二人にとっての今現段階での、課題点として入ってきています。で、お相手としてはこれから先あなたとプライベートの仲、もしくはもっと深い仲になっていくんだったら少し行き詰まりを感じるっていう想像のエイトが出てきています。縛られている、なかなか動けない。で、2人の間でやはり社会的な立場だったりとか、なかなか2人きりになれないっていう障害が出てきています。表向きはお相手は親切にしてくれるし、優しくしてくれる、とても尽くしてくれるっていうのが入ってくるんですけど、じゃあそれはプライベートの関係性になっていけるかどうかっていうところに入ってくると、やはりルールにとらわれてしまっていたり、秩序っていうところでここからどう抜け出していくのかっていうのが今後の課題点です。信頼関係はあると思うんですね。築かれていると思うんです。そこからさらに奥へ潜っていくときに可能性としてまだ見出せていないものがあるとか、つまりはあなたの方でもお相手の方でもプライベートの中に今一歩踏み出していく勇気とか行動力、情熱とかモチベーションっていうところがまだそこまで燃え上がっていないよっていうところが出てきているんですね。あなたにも言えるんじゃないかなと思うんです。浅い関係性でほどほどに仲良いし、今の距離感でうまくやってるんだけど、じゃあ一歩踏み出してみませんかってなった時に、お互い動けていないんじゃないのって、あなたの方もお誘いできていないんじゃないのっていう風に入ってきてるんですね。行動できていますかって、そこに対して勇気持って動いていますか、どうでしょうかって、とらわれていませんか、今の関係性を崩したくないとか、そうですね、ルールに縛られている、秩序、お相手の方が社会的な立場のある方っていうのも入ってきます。だからその壁を乗り越えていけないっていうのも感じますね。このあたりはどうかなと思います。そしてお相手はあなたのことに対してのお気持ちでカップのキングが出てきているので、優しくしたいなとか、あなたに安心感を持ってもらいたい、頼りにしてもらいたいなとか、温かくあなたを応援しているっていう気持ちがあるんですね。一方では年上の方とか目上の方、立場が上の方とか、そういうことも考えられます。あなたを守りたい、守っていきたい、そういうお気持ちも持ちながら、そして自分の感情でこの方は動いていく方なんですね。ロマンチックな面もあるんですが、優しさもある。その優しいがゆえに、それって親切心から来てるんだろうか、それとも恋心なんだろうかってことで分かりづらい、読みづらいなっていう風に感じてるあなたもいらっしゃるんじゃないかなとも思います。お互いが動いていく、今一つこの動いていって垣根を乗り越えていくことをしていくことが今後の鍵となっていきます。あなたの方から動いていく、そしたらお相手の方も何かしらの反応を起こしてくれると思うので、それを見ながらゆっくりとでもいいので、お互い落ち着いた関係を維持していきながら少しずつ距離を縮めていくっていうのがいいのかなとも思います。アドバイスカード、ソードの5番が入っています。ここは対立は避けられないでしょうって、このお相手と仲良くなるのであれば何かを犠牲にする必要が出てきますというふうにはっきりと出てきています。変化を促していくのであれば手放していくものもあるだろう。自分の中で妥協とか諦めに近いのかもしれない、切り捨てに近いかもしれないですね。それはとらわれているしがらみ、ルール、秩序かもしれないし、今の関係性が壊れてでもプライベートの中に持っていきたい、行動していくんだっていう勇気かもしれない。何をっていうところを1枚出しましょう。それはタロットで補足もらっていきます。この方との仲を発展させるために、ソードの5番、対立のカードとしても捉えられるので、ライバルに勝っていく行動力や意志、決断力、そういうのも必要になってくるかもしれないって、周りのことを気にしていて、ライバルがたくさんいるからちょっと自分は引こうかなとか、そういう気持ちでいると負けちゃうよってことも伝えてるかもしれません。
何を切り捨てていく必要があるのか見ていきましょう。ジャッジメントのカードです。ジャッジメントっていうのは、決定とか、今回見るのであれば決定です。その他にも刷新や復活などの意味もあるんですが、そうですね、例えばあなたが今までこのお相手に対してプライベートの中に持っていこうって何回かアプローチしていたっていう方に関しては、もう一度復活のチャンスがやってくるかもしれないっていう意味も出てくるんですが、今回は何を取っていけばいいのか、何を切り捨てていけばいいのかってことなので、ここね、あなたの行いによってこの判決が下されるだろうっていうジャッジメントなんですよ。どのようにアプローチしていけばいいのか、もう少しもらっていきましょう。ソードの5番はみんなが平和で解決するような、そんな出来事ではないんですよね。バンドの5番ですね。ジャスティス、もうはっきりと出てきていますね。例えば真実を明らかにする時ですだったりとかっていうことも出てきていますし、あとはそのあなたのアプローチ方法って、それはどう判断しましょうかっていうところで、あなたに委ねられていますよっていうこともそうなんですが、ワンドの5番、ソードの5番っていうのは、そうですね、心がなかなか落ち着かない、ざわざわしてるし、周りも対立っていうのが起きていて、その中うまく進めていかなければいけない、この方とプライベートの中に発展させていくためにっていうことで、あなたが進んでいかなければいけない。時には苦しい思いもすることもあるだろう、辛いこともあるかもしれない。だけどこの人との中を進めていくのであれば、ここは果敢に動いていくっていうのが出てきているんですね。そしてそのあなたのアプローチ方法によっては良い結果に大きく動くこともあるし、そうじゃない時もあるよっていう風に、動き方で決定が変わってきます。決定の内容ですね。いずれの形にしても結果は出るんですね。このジャッジメントのカードで結果は出るんですが、ただね、そのじゃあっていうところなんですが、やっぱり どれだけ掘っていっても、このソードの5番、ワンドの5番っていうのは出てきていますし、ジャスティスっていうのも出てきているので、あなたのそのアプローチ方法ってどうでしょうかっていうのを自分の中で確認してくださいっていう風に出てきているんですね。そうちょっと難しいかもしれないですね。いい子ちゃんでいるだけだとここから抜け出せないよっていうね、秩序やルールから抜け出していくその勇気っていうところが必要になってくるんだけれども、でもじゃあそのルールから飛び越えすぎると、それもそれでまた違うっていう風に出てくるので、塩梅ですよね。不自然なものが自然になっていくっていうようなことが伝わってくるので、間違ったやり方だとそれは違うよっていう風にサインが伝わってくる、あなたに届いてくるんじゃないかなっていうこと。そしてライバルの動きに対してもアンテナを張り巡らせておいて、あまり左右されすぎないでください。 SNS とかを見すぎていて、お相手にね、他に異性と絡んでるんじゃないかとか、ついつい追ってしまったりとか、周りの噂とかね、情報に左右されすぎる必要はありません。見すぎてしまうと自分の心がざわざわしてしまって落ち着かなくなってしまうので、そういう時により自然体でいることっていうのが大切になってきます。過度に期待しすぎる気持ちを手放していくこと、そして過度にライバルのことを気にしすぎることや情報を集めようとしすぎることを手放していくこと、あまりそこにとらわれないってことです。手放すっていうのはとらわれないっていうこと。そしてあなたが進んでいく道っていうのは自然と良い方向になっていく。間違っているのであれば、それは間違っているよっていうサインが伝わってくるので、その時に軌道修正する柔らかさを持ちましょう。そして自分の信じる道をまず進んでみる、アプローチしてみる、お相手に今一歩近づいてみる。動けないんですね。お相手の方も多分動けていない。
今の状態、関係性を維持しようっていう気持ちが働いていくし、もし仲良くなりたいと思ったとしても、とらわれの実っていうところが入ってくるので、近未来の流れだと思っているだけで行動には起こせないような近未来の流れが出てくるんです。それを切り開いていくためにあなたが動いていくっていう流れになっていくんですが、その時に不自然なものは自然なものへ帰っていきます。これがとても大きいですね。曲がっているものはまっすぐになっていくのでっていうことで、あなたが今切り捨てていくものっていうのは、周りとの争いにおいてあなたが過度に敏感に感じすぎてしまうことだったり、周りの噂話、ライバルの存在、目に見えない存在ですね。あの人がこういうこと言っていたよとか、そのことで振り回されてしまったりとか、お相手が返事がないだけで、そういえばね、周りの人がこの人がこう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 って言っていたから、きっとそうに違いないっていうふうにお相手に確認を取らずに、その情報だけで全て自分の中で判断しようとしたりすることっていうのが出てきやすい。かなりそうですね、気持ちが集中できないっていうのが入ってくるので、ここ集中力がとても大事だよっていうふうにメッセージとして入ってきています。はい。なのでまずは動くことっていうのが入ってくるんですね。あなたが動いてもお相手は嫌だっていう風にはならないし、受け止めてくれるぐらいの心の余裕は今あります。今の関係性でも好印象を抱いているので、仲良くなっていくためにっていうことを考えると、やはりこの立場だったりとか、そうですね、社会的な地位っていうところでなかなかそこを切り崩していけない障害があるんじゃないかなとも思うので、そうですね、それを乗り越えていく勇気が今必要になってきますっていうのが出てきています。はい。ではあの人に気になる異性はいるのっていうところなんですが、今段階ではいなさそうですっていうのは出てきていますね。魅力的に感じる人が、過去にいたかもしれないけど今現在はないのかなとは思います。もしくはいい感じになったみたいな噂が流れているんだけど、事実そうではないよっていう感じですね。これは近未来の流れ、しばらくは恋愛関係になるような異性の方はいらっしゃらないんじゃないかなっていう風に出てきます。ソードの9もやっぱり入ってくるので、あったとしてもその形上のお付き合いというか、そのお仕事上の付き合いとか、お友達まではいかないんじゃないかなっていう感じがしますね。この人の中でそこまでその他の異性に対して恋心を抱いているっていう感じはあまりしないです。で、そうですね、なんか恋愛に対して恋愛したいなとかね、そういう気持ちはこの人の中であるんですけど、あなたの好きなお相手、恋愛したいなっていう気持ちはどことなく持ってはいるんですけど、じゃあ実際に自分から動いて、恋活しようかなとか、そういうところまでは実際動けていないし、他の異性とイチャイチャしたいとか、アプローチ受けていますとか、そういうのもあんまり感じないんですね。ただじゃあ恋愛全くしないんですかって言ったらそうではなくて、いずれは恋愛関係チャンスがあれば恋愛したいなっていう気持ちはあるんじゃないかっていうのはこの人の中で出てきている。で、その周りの異性の中でも魅力をお持ちの方がいらっしゃるとは思うんですね。だからあなたも気にかけていると思うんです。なんか社内の中のあの人がこの人のこと好きなんじゃないかとか、いろいろ考えるかもしれないけど、あなたの好きなお相手は今他の異性に対して好きっていう気持ちをまず持っていないことで、仲のいい人がいたとしてもそれはお仕事上のお付き合いとか、言ってもお友達止まりっていう感じがします。ただ恋愛したくないっていう気持ちではないので、いずれは未来的に、いずれ将来いい恋愛できたらいいなっていうふわっとした気持ちは持っているよっていうのは出てきています。ただね、そのタワーのカードやソードの9のカードも出てるので、揉めたりしたんじゃないかなっていうのもちょっと感じられるんですよね、他の異性の方と。だから今はその安心して異性の方と恋愛的にお付き合いする気持ちになれないとか、そういうことも感じられます。中には失恋したばかりとか、そういうお相手なのかもしれません。なかなか恋愛に対して前向きになれないっていうのは出てきていますね。今の現状です。はい。で、そうですね。
かその恋愛するよりだったら今は仕事に集中したいとか、そういうことも出てきてるかもしれないし、あなたの方から聞こえてくるものがあるんじゃないんですか。このお相手が他の異性に対してこうだったよ、ああだったよみたいなことが聞こえてくるから、ちょっと心配になっちゃったりとか、またはね、もう最近人間関係でちょっとお疲れ気味っていう感じがします。このお相手が、好きな人が。なのでっていうところもあるかもしれないですね。あなたに対するお気持ちとしては、今の関係性優しくしたいなっていうカップのキングが入ってきていますから、今の関係性上だと良好に関係を築いていける。あとはもう一歩先に踏み出すんだったらっていうところで見ていくと、ここの4枚ですね。何かを避けて通れないだろう。囚われている、縛られている。そこから破って、それをね、殻を破って進んでいかなきゃいけないんだっていうこと、そこには何か痛みを伴ったりとか、切り捨てていかなきゃいけないものが出てくるっていうことは出てきています。大きく動いて変わっていくだろう。そして過不足に働いているものは自然とまっすぐナチュラルな状態になっていくので、もしあなたが自分で思った通りに動いてみて、やっぱり違うやってなったら、違うっていうふうに自分の中で直感的に思う。でそれで軌道修正してまたアプローチし直すって、そういうふうに近未来流れていきます。まずは動いてみることっていうのがアドバイスなのかなと思います。でそして他に気になる人いるのっていうところについては、1番さんは安心していただいてもいいんじゃないかなと思います。お相手今気になる方、他にあなた以外に気になる方はいないんじゃないかと。そしてアドバイスカードです。アドバイスカード、運命のカード、蜘蛛の巣のカードが出てきていること、そしてコウノトリのカード、そして熊のカードと出てきています。まずはここから伝わってくるのは、お相手と今パブリックな関係性で、しっかりとそのプライベートの中で話をしたことがないって人は、そこにまず持っていくこと。社会的立場の関係性から友達になること、これが非常に難しいことではあるんですが、それをまず乗り越えて、関係性を築いていきましょうっていうことですね。でそして浅い関係性なんだけど連絡先知ってますとか、プライベートでやり取りしていますっていう方については、もう一歩踏み出してみましょう。デートにお誘いしてみるとか、さらなる次のステップへっていうところでお相手に向かっていきましょう。まずアタックしてみてください。そしてそこであなたがもし、どちらかに傾いてると思うんですよ。全く動けていないか、もしくはその何回か動いてみたんだけどいいお返事がもらえなくて自分ダメなんじゃないかってことで今セーブしている方だとしたら、もう一度チャンスが訪れるので、もう一度頑張ってみましょうって。今までのアプローチの仕方が違っていたかもしれないっていうサインが出てきているので、過不足、どちらかに働いていた、アタックしすぎていたのか、アタック方法が間違っていたのか、お相手から見たら勘違いされそうな、どっちなんだろうっていうふうにどっちつかずのようなアプローチ、微妙なアプローチをしていたかもしれないし、遠回しすぎたとか、アプローチしすぎたとか、逆に動かなすぎて伝わっていないとか、そういう可能性があるので、今一度修正してみることですねが入っています。ちょっとフランクな感じでいくといいかもしれません。あなたの方で自分の身を守りたいっていう気持ちが強く出てきているので、そこから変わっていかなければ、まず自分の心のガードを外していかなければ、プライベートのもっと近い中にはなっていけないっていうのが入ってきています。自分の本心を先に見せる。自分がプライベートでこういうことしてますとか、こういう趣味持ってるんですとか、プライベートな話を切り出していきましょうっていうことですね。そしてこの変化のカードも出てきているので、必ず良い方向に物事は流れていくんだっていうことを信じてください。コウノトリは変化、移動っていうのも表しているので、きっかけがあればお出かけのお誘いをしてみる。それは団体でもいいです。一番最初はチームで動くっていうことでもいいし、もう直接1対1でデート誘えるって、それぐらいの浅い関係性だっていう方はいざデートにお誘いしてみてもいいし、連絡先を聞いてみるとか、1対1で話せる場を作るとか、そこに果敢に挑戦していってもいいでしょう。これはね、そのお相手と仲良くなるチャンスが今もう一度巡ってきている、そんな気がします。なので今この情報をキャッチして、
お相手と近づくチャンスです。ただし周りの、実態の知れない情報とか真実ではないこと、確証の取れていないものに関してはあまり気にしすぎないでくださいっていうのも入ってきていますね。そこは出てきています。はい、こちらをアドバイスカードとしてお受け取りください。何かね、音や音楽、声、トーク、お相手の話し声とかかもしれない。その中であなたがキャッチするものが入ってきます。例えばその周りでいろんな噂が飛び交っているんだけど、お相手の声、たった一声で、いや最近恋愛してなくてとか、仲いい子、デートしてる女の子とか男の子とかいないよとか、そのお相手の一言が真実だと思います。そのお相手の声とかをキャッチしてください。周りの声ではなくてお相手の声をキャッチしてくださいっていう、そんなアドバイスカードも入ってきています。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。こちらのカードはポノというカード。ハワイ語でちょうど良いバランス、調和が取れた状態、本来の自然のあるべき状態というのを表しています。心地よいバランスとは何でしょうか。心身のバランスを保つためにセルフケアを大切にしていきましょう。あなたにとっての心地よいバランスとはどんなものですか？毎日を健やかに生きるために心身のバランスを振り返ることをこのカードは告げています。たとえバランスを崩してもセルフケアでポノの状態に戻せる。そのバランスの取れた状態に戻すことっていうのをホオポノポノと言います。ハワイ語で。はい、バランスを崩してもセルフケアを行って自分自身のバランスを取り戻してください。そして瞳を閉じて夢を見始めましょう。セルフラブ、自分自身に愛を与え優しさを育む時間です。あらゆる小さなもの、大切と感じること、心の平安は誰でもないあなた次第であるということを今ここでメッセージとしてお受け取りください。セルフラブ、セルフケアをすることで心のバランスを図る。そうするとおのずと自分の周りのバランスもうまくね取れていきます。ここも同じようなことが言われていますね。視線の摂理でここはまっすぐと整えられていくだろう。自分の心の芯かもしれないし、周りとのバランスかもしれないし、お相手とのバランスかもしれません。うまくバランスが取れていきますよって。なのでまずやってみて、やっぱなんか違うなと思ったら、それは自然のサインで違うんだっていうふうに自分で思うようなこと、特にお相手の声に注目してください。で、違ったと思ったらもうダメなんだっていうふうに思うんじゃなくて、切り替えてやっていきましょうっていうメッセージでした。今回は浅い関係性の片思い、お相手に他に気になる異性はいますかっていうのをメインとして見ていきました。そしてお相手とどう仲良くなっていくのかっていうのもお伝えしていきましたので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の片思い。あの人に他に好きな人はいるの？気になる異性はいるのかっていうことについて見ていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレントオラクルカード、こちらをシャッフルしてカードを出していきます。はい、それでは見ていきます。オラクルカード、ルノルマンカードで見ていきます。まずお相手のあなたに対する今現在のお気持ちなんですね。そうですね、魅力を感じているんじゃないかなと思います。異性としてのっていうのがあります。可能性としてこれから恋愛関係に発展していく可能性のある人だなっていうのは出てきています。
これからまだまだ仲良くなりたいなれる、っていう風に可能性を感じるなっていうのをお相手が感じているっていうのが出てきていますね。そしてあなたへの印象として見ていくのであれば、あなたがとてもなんかね、今回は体っていうのが入ってくるんですね。それは健康体っていうことなのかもしれない。体つき外見っていうのが入ってくるので、外見がかなりタイプなのか、浅い関係性なので、あなたっていう、外枠といいますか、お顔立ちだったりとか、背丈だったりとか、そういうのは見てるんだけど、中身までよく知らない、性格よく知らないから、もっと話をしてみたいなっていうことかもしれない。今回体っていうのが入ってくるんですね。特徴的、または自分の好きなボディラインをしているとか、そういうことなのかもしれません。どっちにしてもその悪い印象は抱いていないんですよ。はい、体つきって言ってもその外見が嫌とかそういうことではなくて、好みの体型とか外見、またはその外見だけ知ってるので中身をもっと知りたいっていうことだと思います。そしてあとは真面目な方だなっていうのが入ってくるんですね。あの人から見たら、あなたは真面目な方で、異性関係とか交友関係もそんなに派手じゃない、その人遊び、遊んだりとかするような方じゃないから、浮ついたりとかはしないのでっていうようなイメージが入ってくる、印象が入ってくるので、もしあなたとお付き合いをするんだったらっていうことを考えてそうなんですよ。もしお付き合いするんだったら、あなたとだったら堅実的なお付き合い、交際ができるんじゃないかとか、あんまり裏切られたくないとか、そういう気持ちがあの人の中で恋愛観であるのかな。トラウマかもしれません。過去にね、恋愛関係でひどく傷ついたとか、裏切られたとか、浮気されたとか、そういう経験があるのかもしれない。なのであの人の中で真面目な交際といいますか、浮気したりされたりとか、そういう揉め事にはなるような恋愛はしたくないとかね、二股かけたくないとか、そういう気持ちが強いのかもしれません。で、あなたとだったら健全な交際ができるんじゃないかっていう可能性を感じていたりっていうのも入ってきますね。何かね、これから先仲良くなっていけそうな気がするみたいな、そういう、感覚でお相手は見てらっしゃいます。じゃあ他の異性と今どんな感じって、他に気になる人いるのって、恋愛的要素でいるんですかっていうところで見ていきましょう。レターのカード、そして8のカードです。8はそのコミュニケーションなどを表している、チームワークを表しているので、もしかしたらそうですね、お友達関係っていう感じでいらっしゃるんじゃないかな。仲のいい友達とか、それは一人ではなくて異性の友達で、例えば女女男で遊ぶとか、男男男女で遊ぶとか、またはその男女混合で遊んだりとかして、1対1じゃないんだけどグループとして仲いいグループがいるとかね、そういう感じがしますね。しかもそれはオンライン上とかグループ LINE、グループチャットみたいなものが作られていて、そこで頻繁にやり取りをしていたり、お出かけ行ったりとかお食事行ったりするような仲のいい人がいると思います。この人たちとの中で気になる特定の人がいるかどうかっていうのは、これからタロットカードを使って出していきます。タロットで出していきますね。まずこちらのインナーライトタロット、こちらがあの人が感じる他の異性、気になる異性いますかっていうことに対しての深掘りです。そしてこちらのタロットカードからは、あの人が見たあなたへのお気持ちもらっていきます。
はい、では見ていきます。で、こちら他の異性とあなたとっていうことで出してるんですが、ちょっと補足で1枚追加で出させてください。で、今回2番さん、もしかしたら辛口になる可能性もあるので、あらかじめお伝えしておきます。で、今はちょっと辛口の内容はちょっと聞きたくないなっていう方は、もうここで閉じてしまっても、構いません。もしかしたら辛口になるかもしれなくて、もうちょっと深掘りして見ていきます。まず好きなお相手の他の異性関係っていうところで見ていきましょう。まずその異性関係で仲いい子結構いるなっていうのは感じています。で、今のそのコミュニティの状態、コミュニティっていうか友達付き合い、このグループっていうところでお相手的にはとても満たされているっていうのが出てきてるんですね。今チームワーク大切にしたいコミュニティ、今あるね、今属している、またはグループチャットとかでやり取りしているこの環境を楽しみたい、とっても癒されているし満たされているし楽しいっていうことが伝わってくるんですね。やり取りしていてとても楽しい。で、しかもそれは複数人いると。で、これはその恋愛的に何股かけてるとかそういうことじゃなくて、仲いい異性が何人かいるなっていうのを感じています。同じグループ、その中からいずれその恋愛関係に発展していく可能性がある異性の方がいるかもしれないっていう感じで出てきてるんですね。だけどね、ちょっと一筋縄ではいかない感じ。そのあなたには興味がなくて他の異性、ここにね特定の好きな人がいるとかっていう風にはっきり出るんだったら分かりやすくかつ辛口にはなってしまうんですが、分かりやすくお伝えできたかなとは思うんですね。ですが、ちょっとねあなたの方も深く関わってきそうな感じがするんです。だから同じコミュニティの中にいるかもしれないなっていうのを感じました。なんかね、リンク性があるんですよ。例えばあなたの友達とお相手が三角関係だったりとか、同じ人好きなんだよねとかかもしれないし、そのあなたの身近な人でお相手のことを気になってるっていう人がはっきりといるのかもしれないなっていう感じで、あとはお相手がモテる人っていうのが入ってくるので、複数の方から好意を寄せられている可能性がある。そしてまずはいろんな異性の方とお話ししてみたりとか、連絡やり取りしたりとか、デートしてみたりとか、お食事行ってみたりとかする中で、自分がどの方と恋愛関係としてのご縁を育んでいこうかっていうのをお相手は考えたいなっていうところはあると思います。はい、同時進行で恋愛関係を進めていこうではなくて、本命を絞っていこうっていう風な流れにはなっていくかなと思うんですね。でもちょっと優しいかなって思います。この人が、あなたの好きな人がみんなに対して優しいので、結構ね私にも気があるんじゃないか、いやいや私にはっていう風に、そんな感じで入ってくるんですね。ちょっとその優柔不断さというか、その本命が決まるまではみんなに対して優しくしようって思っていたりとか、いろんな人とお話ししてみて仲を深めてみようとか、なので周りにたくさん女の子とかね男の子が集まってくるような人気のある人っていうのが入ってきます。人気者ですね。なのでライバルがたくさんいるっていう風に捉えていただくといいかもしれない。仲いい子が結構いるなっていう感じで、それがあなたの中では大きなネックになってるかもしれないですね。何かその自分がね足りないんじゃないかって、お相手にとって役不足なんじゃないかっていう風に感じてしまうぐらい魅力的な異性の方々がこのお相手の周りにいるっていう風にあなたは見えているし、どうでしょう、そういう風に思ってんじゃないかな。それがすごくひどくね自分の中でショックだっていう風に入ってくるんですね。そしてこのたくさんいるライバルの中で、まさか自分がお相手の本命になれるわけないんじゃないっていう風にどこか不安に思っているところがあるんじゃないかっていうのが出てきていますね。これ今回正直辛口になってしまうんですが、イーブンです。
あなたの方がとか他の異性の方がとかどっちがとかではなくて、今とても平等な、ところにいます。なのでこれからどっちがっていう風に変わっていくと思うんですね。今の現段階ではあなたの方がお相手好きですよとか他に好きな人いますよとかではなくて、みんな仲良くてっていうのがお相手の中のお気持ちとして出てきてるんです。じゃあそこでどうするかってなった時に、あなたはモテるし他にもライバルいるんだったら自分で身を引こうかなっていうふうに思っていませんかって。謙虚っていうのがあなたの売りでもあるんですけど、謙虚すぎて逆に身を引こうとしてしまっていませんかっていう風に出てきているんですね。それだともったいないので、ぜひ地道でもいいので、そんな目立つ動きじゃなくてもいいから、ずっとお相手の近くに居続けるとか、少しずつアピールしていく、毎日の挨拶を積み重ねていく、この積み重ねがとても大切になってきますよっていうアドバイスカードが出てるんですね。しかも実生活に落とし込んでいくのがいい、目に見える形とか生活の中でお相手と絡んでいく、日々絡んでいくことっていうのを目安にして取り組んでみてくださいって。そしてカップのエースも出てきてるので、近未来嬉しい流れっていうのが出てくるんですよね。お相手の中のあなたへのお気持ちとしても、やっぱり仲良くなってみたいなって、あなたの魅力をもっと知りたい、またはあなたとの間で嬉しいことがあったから、もっと深くね、これから先プライベートの中になっていきたいなっていう気持ちも出てくるんですよ。だけどあなた一本ではまだないっていう感じがします。まだ他の異性でも仲いい子いるし、だからといって何股しようとかそういうことではなくて、仲いい友達がいるから誘われればその人と遊ぶし、みんなでも遊びに行くしっていう感じで、下心っていうのは見られないですね。その中であなたが自信なくなっちゃうとか諦めちゃうとか、なんか自分だけじゃないんだったらいいかなとか、でもねそれまだ早いよって、まだ決めるのは早いよってことで、仲いい友達が何人かいる状態だから、例えば体のつながりのある人が何人もいるとかじゃないから、友達なんですよまだ。だからそこでじゃあどうしますかっていう風になっていくんですね。そこで身を引いてしまったらもったいないので、この人の中でまだ本命が決まってないというか、仲いい子はたくさんいてって、今この状態ですごく満足で、じゃあこれから先どうしようかなっていうふうに考えてるところなので、そこで自分をアピールしていかないと、埋もれちゃってもったいないよっていうのは出てきてるんですね。強い衝撃に耐えられないかもしれないっていう風に出てきているので、そうですね、例えば予期しなかった出来事とか、あなたにとって衝撃的な事実を知る時がやってきた時に、そこであえて冷静にまず停止しましょうっていうのがアドバイスカードで入ってるかなと思います。そうですね、感情的になってあなたが怒って衝動的に動くとか、そういう方ではないと思うので、何かあっても落ち着いて一旦引いて立て直していきましょうって、そういう風に出てきてるかなと思います。でも衝撃的すぎてびっくりしすぎちゃって、しばらくの間寝込んじゃうような感じになっちゃうかもっていう風に入ってくる。それぐらい大きなショックなことっていうのが、多分それはこの人が誰かと交際するとかお付き合いするとかではないと思うんだけど、そう他にも仲いい人いるんだとか、やっぱりあの子だったんだとか、そういうことで結構ショック受けちゃったりとか、それが伝わってくる、入ってくるんですよね。レターのカードもここに出てるので、友達の友達づてで人づてで聞かされたりとか、実際誰かと遊びに行く様子を見ちゃったりとか、 SNS 投稿で見ちゃったりしてひどく落ち込んでがっかりしちゃうっていうのが入ってくるんですけど、どんなことがあってもここの積み重ねがとても大切になってきますよっていうペンタクル8が入ってくるので、ここは打ち込みが大切です。努力集中っていうことで、そうですね、やっぱり衝撃、落ち込んじゃったりとか、うまくいかないなとか、やっぱり他にもいるのかなって、そういう不安な気持ちをやっぱり無心に仕事に打ち込んだりとか、日々の生活に自分が打ち込んでいくことによって、
なるべく考えないようにすることっていうのもアドバイスとして入っているし、じゃあお相手は他の人こっちの方が好きであなたのことは好きじゃないのかって言ったらそうではないと。なんか仲良くなってみて、そこで初めて好きっていう感情がどなたからか生まれてくるっていうことが出てきているので、それはあなたになる可能性ももちろんあるし、他の異性のことを好きってなる可能性もあるんですよ。今はだからイーブンっていう感じなんですよね。多分お相手のことを好きだって思ってる異性の方もいると思います。しかもそれは一人じゃない感じがするので、その中、あなたが、メンタルを保っていきながら、アタックしていくっていう感じですね。お相手の方からもやってきてくれる可能性もある。やってくるっていうのは話しかけてくれたりとか、きっかけ作りっていうのがあると思うんだけど、その時に緊張して動けないとか話せないとか、そういうことはないように、せめて話しかけられたら返事して、これがきっかけだと思って話しかけられたら一歩踏み込んでみるとか、次遊んでみませんかとか、なんだったらみんなで遊んでみませんかでもいいんですけど、まだ浅い関係性なのでね、1対1になるためにはどうしたらいいのかなっていうことで考えていく必要が出てくるかもしれない。でもチャンスはあるからねっていう風に出てきてるんですね。だから今こっちの結果を聞いてすごく、辛口でショックだなって思うかもしれないけど、この人の中でもまだ定まっていないって魅力的な方がたくさんいて、その中にあなたも含まれているっていうのは出てきているんですね。しばらくはみんなと仲良くしていこうかなっていうお相手の、態度言動っていうのが出てくるかもしれません。ではアドバイスカード出しているカードで見ていきましょう。ブックと鍵のカードです。自分に自信がないとか、ライバルに負けそうとか、他にもたくさんいるんだったら私身を引こうかなとか、そういうことは一切考えないでいきましょう。鍵のカードで、今この課題となっていることは乗り越えていけますと。タワーのカードが入ってるからどうしようっていうふうに思うかもしれないんですが、これ一旦衝撃があることによってストレス発散になったりとか、アクシデントがある、衝撃があったとしても、この衝撃があったからこそ逆に自分が目覚めることができるとか、なんか囚われていたことってこんなことだったんだっていうふうに思ったり、逆に動けるようになったりとか、今まで動けなかったんだけどとか、周りのこと気にしていたんだけどとかあったかもしれないけど、衝撃があったからいいや、もうこの際動いてみてやってしまえっていうふうに思うかもしれないし、あなたの中でなんか気持ちの切り替えというか、こだわっていたものから抜け出して軽い気持ちになれるような、そんな風に出てきています。課題があったとしても乗り越えていけるだろうっていうカードが出てきていますね。そして何事も目標を立てて集中していきましょうっていうのが出てきています。あとはお相手と仲良くなるきっかけが生まれるって出てくるんですね。それはその作戦みたいな感じで、ここを攻めていけばお相手と仲良くなれるっていうような、そんな共通点だったりとか、お相手の趣味かもしれないですね。攻略法みたいな感じでお相手と仲良くコツみたいな、そういうことをあなたが目覚めるきっかけが出てくるんだと。ひょんなことかもしれない。職場つながりである日2人で作業をすることになってとか、そんなひょんなきっかけから仲良くなり始めていくような、そのきっかけをぜひ手放さないでくださいっていう風に出てきていますね。ありとあらゆるものを使って情報を集めていきながら、お相手と近づくチャンスを狙って、このチャンスがやってきたらそれをつかみ取ってお相手と仲良くなってみてくださいっていう風に出てきています。毎日の生活の中にそのヒントは眠っているでしょう。同じ職場つながりのような気もしますね。または毎日会うような関係性、例えばコミュニティとかオンラインとかで毎日お話しするとかやり取りするような関係性かもしれない。そこにヒントが眠っています。またここもね、コミュニティっていうのが入ってくるので、やっぱり大きなコミュニティの中でモテる人で、かつ他にもこのお相手を狙っている異性の方が何人かいそうな感じもする、モテる方だなっていうのが入ってきます。この方はチームワークをとても大切にしているので、そうですね、なんかね、この人がカリスマ的存在で
上の立場の方で、その囲んでいるような、そんなイメージで入ってくるんですよね。この人を囲むような、取り巻きファンとか、そういう感じで入ってくるんですね。でそこから頭一つ飛び抜けていくためにも、ここをね、ヒットっていうのがこれから出てくるので、それを掴んでくださいと。一つのことに集中しましょう。お相手と自分の共通点のことに集中してください。そしてもしこれから先、または今現在あなたの中で障害だ、これ何とかしなきゃって思っていることが現れた時、どう対処していけばいいのか、一旦落ち着いて、もしこの時点であなたがひどく疲れてしまってとか、めまいしてきたとか、悩みすぎちゃって疲れちゃったって時は、一旦休んで立て直してくださいっていうアドバイスカードも出てきています。はい、今回は浅い関係の片思い、他に好きな異性いますかっていうことで見ているんですが、今回2番さんごめんなさい、その辛口でイーブンなんじゃないかな。まだはっきりと決まってないし、モテる人だし、他にも他の異性でね、この人のことを狙ってる人が何人かいる。その中でこの人はチームワークを大事にしながら、みんなと今は平等に仲良くやってる感じ。誘われたら遊びに行くし、デートも多分するだろうって、あなたともするし、他の人ともデートというか、この人の中では遊ぶ、友達と遊ぶっていうような感覚だと思います。体の関係持つとか触れ合うとか、そういうことではなくて、気軽に食事に行ったりとか、おしゃべりしたりとか、1対1で電話したりとか、そういうことはいろんな人とやってると思いますね。その中で仲良くなっていく中で、誰と恋愛関係に発展させていこうかなっていうところだと思います。だから今諦めないで、もう少し粘り強く取り組んでみてください。そしたら解決策出てくるのでっていう風に出てきていました。もう少し取り組んでみましょうね。こんなにライバルたくさんいてどうしようって思うかもしれないけど、不安な気持ちになるかもしれないけど、もう少し自分を主張していきましょう。あまり抑え込みすぎないでくださいねっていう風に出てきています。ではこちらのお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。こちらのカードはマヌパレカイコというカードです。ハワイ語でバードオブパラダイス、極楽鳥花という花を表しているんですね。オレンジ色の花です。で、言葉は輝かしい未来です。完璧とは一体何でしょうか。不完全なものにも完璧とは別の美しさがあります。どこまでも未完成な人生において、まだまだ秘めているあなたの可能性に気がついてください。カードからのメッセージは、完璧じゃなくてもいいんです。私たちは旅の途中にいるのです。最大限の可能性を発揮させていきましょう。まだまだ可能性が広がっていくんだよっていうこと、この可能性を手にしましょうっていうマジシャンのカードも出ているんですね。そしてこっちが完璧に見えるかもしれない、で自分は不完全に見えるかもしれないけど、完全なものだけが美しいわけじゃなくて、不完全だと思えるものでも美しい面っていうのがあるんだってことに気がついてください。そして不完全なものだけがダメではなくていいんだ、だからこそ美しいんだって思えるものもある。そしてね、ポイントはマジシャンのカードがこっちにも出てるっていうことです。この他の異性に対するお相手のね、お気持ちの方にも出てきてるし、あなたのところにも出てきているので、だから今はどちらにも可能性があるんだっていうことですね。ここでじゃあいいですっていうふうに思うのか、でも友達っていうふうになってるから、そこでじゃあ自分が主張していって恋愛関係になっていくっていう気持ちをどこまで奮い立たせていけるかどうかっていうのが今回鍵になってくるので、このヒントを頼りにしていきながらやってみてください。かなり自分の心の中で揺れちゃうようなこと、この揺れる気持ちを抑えるだけで精一杯ですっていうような流れにもなっていきそうなんですけど、そこをぜひね、粘り強く取り組むことっていうのがアドバイスで入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。
今回のテーマは浅い関係の片思い。あの人に他に好きな異性、気になる異性はいますかということでズバリ見ていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、マナのカードです。では見ていきましょう。トランスペアレントオラクルカードよりカードを出していきます。はい、それでは見ていきます。まずはオラクルカードとルノルマンカードで見ていきましょう。浅い関係性、あの人の、あなたへの印象、お気持ちっていうところでとても良いカードが出てきています。始まりとか可能性っていうその夜明けのカードとルノルマンカードを見ていきましょう。カマのカードが入ってきています。今その何かを、収穫するとき流れがガラッと変わるとか、今までの関係性が変わってとか、環境が変わってとか、あなたともっと近くなったとか、何か今までの関係性から変わっていくんだよっていうことが出てきています。で、夜明けなので、それはその過去にお二人の間で浅い関係性なんだけど、いろいろあった、行き違いがあったとか、すれ違いがあったとか、なかなか発展しなかったとか、そういうことがあったかもしれないけど、それを乗り越えて今やっと夜明けがやってきたとか、自分の方に、あなたの方に光が差し込むような、そんな明るい未来がやっとやってきたんだって、そういうことが伝わってきます。お相手の方でもあなたの方に目を向けた。今までだったら浅い関係性だからそこまで深く仲良くなっていこうっていうようなお気持ちになっていなかったかもしれないけど、最近気づいたんだ、あなたの魅力にとか、あなたと仲良くなるチャンスがやってきたとか、そういうことが伝わってきます。そして他の異性に対するお気持ちとして見ていきましょう。こちらですね。で、今回他の気になる異性についてっていうのをテーマに出しているので、辛口になる可能性があります。3番さん、今回辛口になる可能性があるので、あらかじめお伝えしておきます。他の異性でも気になる方がいるかもしれません。はい、ここは伝えておきます。で、あとこちらはアドバイスカードで後でもらっていきますね。はい、まず他にもいるんじゃないかっていうのは出てきます。だけどそのあなたのことに関してもここね、この夜明け可能性っていうカードが出てきているので、明るい未来っていうのをこの方が持ち始めてるんですね。あとタロットカードで見ていきましょう。こちらのインナーライトタロット、こちらが他の異性との関係性。そしてこちらのタロットカードからあなたとの関係性を見ていきます。はい、では見ていきましょう。そうですね、その他の異性と気になる人いるのかなって思ったんですが、ちょっとうまくいっていないっていうのが出てきています。そうですね、その思い人がいたかもしれないんですが、その人の相手でうまくいかなくて落ち込んでいるっていうようなあの人の様子っていうのが出てきています。好きな人じゃないかもしれないですね。ですが、いいなって思っている人が仮にいたとしても、その人とは今うまくいっていないとか、振られちゃったとかっていうのが入ってくるかな。関係性を清算したとか、今落ち込んでいるとか、心に傷を負っているという状態ですね。他の異性との関係性です。
恋人と喧嘩してしまったとか、別れるとか別れないとか考えているのかもしれません。オラクルカードとレノルマンカードがロマンチックを表す月と拡大を表す木星のカードが組み合わさっていますので、ロマンスの拡大として読んでいたんですが、恋愛的に発展していくのかなと思ったんですが、タロットの方ではそうではないということを伝えてきてくれています。恋人と停滞期を迎えていたりとか、お別れしたりとか、そういうことが入ってくるかなと思います。そしてこのまま関係性を維持していくかどうかということについて、今分かれ道で考えているというお相手だと思います。分かれ道というのは、お別れするか、このまま恋愛を継続させるかということだと思います。恋人でなかったとしても他に気になる方がいるというように感じました。ルノルマンを使ってみていきましょう。恋人または好きなお相手が他に気になる方がいるんじゃないかなっていう気もするんですよね。今回レディーのカードが入ってきていて、レディーっていうのはではレディーとクローバーのカードを合わせて見ていきます。3番さん、今回辛口の内容も含まれますので、これ以上先は辛口の内容はちょっとという方はここで画面を閉じていただいても構いません。このままお話を続けさせていただきます。あなたの気になるお相手は他にパートナー、恋人、または気になる方が他にもいらっしゃったのかもしれません。ですがこのまま他の異性のことを思い続けるかどうかというのをお相手は今考えています。とても心が傷ついているなど、恋愛そのものがうまくいっていないという状態で見ていきます。今現段階のところでも昇進、失恋を表すカードが出ていますので、今恋愛を諦めようかどうか、そういった悲しい思いっていうのがお相手のところで出てきています。今回レディーというカードは、このあなたの好きなお相手にとって気になる人がいるという淑女のカードとして見ていきます。ではあなたのことはどう思っているのか、好きではないのか、この夜明けのカードや太陽のカードも出てきているのは何なのかというのを見ていきます。あなたの方もカードを見ていくと、カップのナイト、ペンタクルのナイト、またはソードの6番やワンドの4番、太陽などポジティブなカードが揃っています。しかしあなたの中でお相手との恋愛をもう諦めようというふうにあなたが自己完結しているような、そんな気がしました。お相手のことは好きなんだけど、もう諦めた方がいいのかな、無理なんじゃないかな、自分にはもうダメなんじゃないかなという思いがあなたの方が強くなっている。または過去にお相手といろいろあった、浅い関係性だけれども食い違いがあった、対立があった、揉め事があったなどしてぎこちなくなってしまった。だからもう自分は諦めた方がいいのかな、そんなあなたの様子っていうのが見えています。ルノルマン出しましょう。お相手がそうですね、気になる異性がいて、その方と諦めるとかお別れするっていう道を選ぶかもしれないんですよね。あんまりうまくいかないなっていう感じがして、またはその好きな人がいるんだけど他にも気になる人ができるみたいな、そういう道もあります。この好きなお相手の行く先として、その他に好きな人ができたっていうのがあなたっていう可能性もあるんですよ。なぜだったらここに夜明けのカードや太陽のカードが出てるからです。あなたの方に今度は光が当たっていくんですよね。もう一枚もらっていきましょう。無知のカードですね。
あなたとお相手との間にも過去いろいろあった、それで苦しかった、あなた自身も悲しかった、そんなことが出てきていますが、これから未来どんどん変わっていきます。良い方向に、良い流れに変わっていきます。なので今諦めるともったいないなというのを感じています。今または過去からすれ違いや食い違いが起こっていたとしても、これから噛み合うようになっていきます。明るい未来を目指してください。2人の関係性が発展していくだろうという流れが出てきています。お相手はあなたとの関係性を見直して見つめ直し、そして新しい関係性を求めていくのではないかなというように感じています。カップのナイト、あなたに誠実な思いを届けていきたい。これは恋心として見ることもできますし、今現段階でお相手が傷心、心を痛めている失恋のカードが出てきているので、今すぐには恋愛関係にあなたとなっていきたいとか、あなたに恋をするというようなスタンスではないかもしれません。ですが、最初は友情としてお友達として仲を育んでいく、その上であなたの魅力を知っていくというように、このカップのナイトを読んでいけばいいのかなというふうに思っています。もし過去あなたと食い違いがあったとするのであれば、その誤解を解いて、また友達として仲良くやっていこうとか、見方が変わっていくというふうに捉えることもできます。他の異性との間で起きた出来事、心痛めているようなことっていうのも、お相手は今その傷を癒して立ち直ろうとしています。他に好きな人がいてうまくいっていなかったとするんだったら、そこを関係を終わらせて、もうご自身の中で立ち直っていく、その過程を踏んだ後にあなたとの友情を発展させていこうというふうに思っているのかもしれません。他に気になる異性がお相手には実際この3番さんはいたと思います。ただこの他の異性とこの好きなお相手というのは、毎日の絡みがあったりとか、仕事上のお付き合いがあったりとかして顔を合わせる機会が多いですね。その傷んだ心を抱えながらも、そのお相手は失恋した相手と顔を合わせるようなことがしばらく続くのかもしれません。その痛みを抱えていきながら、あなたとお友達関係、話をして仲良くなっていく中で、あなたに癒される時がやってくるというふうに出てきています。他の異性と恋愛関係だったとしたら、それであなたとも恋愛関係になろう、同時進行にしていこうっていうようなお気持ちではありません。カップのナイトは誠実さを表していますし、ペンタクルのナイトも入ってきていますので、あなたと誠実な関係性を望んでいたりとか、また初めはね、友情かもしれないんですが、でも二股とかその横島な気持ちではなくて、純粋な気持ちであなたと向き合っていきたいんだとか、友達関係を進めていきたいんだっていうことをちゃんとお相手の方は出してくれています。もし他の異性と、またはパートナーや恋人がいたとするのであれば、そちらの関係性をはっきりと終わらせてから、あなたと恋愛関係を進めていこうというふうに考えていると思います。そして今、あなたと好きなお相手の障害点になっているところにワンドの4番です。これは今のお二人の関係性が安定したものなのかどうかということ、そして過去にいざこざがあったという方々にとっては、そのいざこざを乗り越えてまた元に戻れるのかどうか、お相手のことをおかえりっていうふうにあなたが迎えていけるかどうかっていうのが今回のポイントになっています。もしかしたらあなたの中ではひどく落ち込んでいて、お相手に恋愛関係になっている方がいるなど、そういうことを知って今ショックを受けているとか、または仲のいい異性がいるとか好きな人がいるとかっていうのがわからないんだけれども、うまくいかなくなってぎこちなくなってしまって自然と離れてしまったのかもしれません。その離れてしまったご縁だとしたら、それをまた再び近づけていけるのかどうかっていうのが今回のポイントです。今の関係性が安定しているのかどうかというのをまず今一つ見てみてください。プライベートの中に一歩踏み込んでいく前に、今の関係性が、例えば連絡先は知ってるのか知らないのか、連絡先は知っているんだけれども最近連絡取り合えていないのか、今の関係性がどうなってるのか、2人にとって居心地のいいものなのか、またあなた自身にとって今お相手との距離感っていうのは、これから仲を深めるにあたって安心して仲を深めていけるような距離感なのか、そこをもう一度確かめてみてください。そしてこの好きなお相手があなたの近くによくやってくる人だと思うんですね。例えばあなたが
会社で働いているとするんだったら、取引先の相手としてあなたの会社にいつもやってくる人だったりとか、お店によく来るお客さんが好きなお相手っていう方もいるかもしれません。お相手があなたの近くに来るという関係性だと思われます。これからは先のことを見て、過去ああだったからこうだったからってことは今お相手の前では話さないでおきましょう。未来のことに目を向けて、お相手が来たら温かく迎え入れて、多分この人がやってくる、向こうからやってくる側なので受け入れてください、整えてくださいっていうこと。そして今このアドバイスカード、成功を表す太陽のカードが入っているので、今あなたに勝利の女神が微笑んでいますって、これを信じてください。今自分に光が当たってるっていう感覚があるんじゃないかな。これから先芽生えてくるんじゃないかなと思うんです。今までもうダメかもしれない、諦めようかなって、自分じゃないのかなって思っていたことが逆転して、なんか自分に月が巡ってきた気がするっていう風に思えるような出来事がやってくるんです。それはお相手の方からの動きがやってくるからです。なんかね、訪問っていう感じであなたの近くにやってくるっていう気がします。連絡かもしれないし、声をかけてきてもらうのかもしれないし、直接来店とか訪問とか会社の近くに来るとかで顔を合わせる機会が増えるのかもしれません。これからお相手の目線があなたの方に向かっていくっていうのが出てきています。はい、そしてアドバイスカードもすごくいいですね。太陽のカードなので、ここは自分に自信持って取り組んでください。そして繁栄とか栄光、喜びを表すカードなので、あと充実感もね、得ることができるでしょう。がっかりする気持ちから打って変わって満足するような、そんな流れになっていくので、これからあなたは喜びで満たされるだろうって、その喜びをかみしめていきながら、じゃあこれから先お相手とどうやってプライベートの中になっていこうかなっていうことを考えてください。可能性はすごくありますってこと。そしてこの他の異性に関してなんですが、今現在このお相手、恋愛関係または好きなお相手がいる可能性はあります。でもね、やっぱりなかなかうまくいかないなっていう中で、あなたとお話しして癒されるなっていう気持ちになっていくんですよ。正直な流れとしては。その中で自分で、じゃあ今この好きな人と決別してあなたと仲良くなっていこうか、それともこのお相手のことをもう少し好きな気持ち持っていこうかなっていう、そういう感じで近未来流れていきます。そこであなたのワンプッシュがあれば、この人の中もまた少し変わっていくかもしれません。アドバイスカードもらっていきましょう。アドバイスカードはこちらのカードですね。このカードはまず生命を表すカードです。そうですね、成長や結果を得るためには複雑な道のりがありますが、そこに可能性はありますので、ぜひその可能性にかけて進んでみてください。はい、DNA のカードなんですね。遺伝子などを表すカード、そして船のカードも出ています。お互いにとってそうですね、それぞれの痛みを乗り越えて、そして掴み取っていく、進んでいくような流れになっていくかもしれない。だけどこれは船っていうのは長い道のりの末手に入れる栄光、成功、良い門出として捉えてください。順調に流れていくでしょう。流していきましょうということ。あなたが動いていけば、またはお相手が動けば、物事が流れていくだろう。今そうですね、こっちの方も気になりますよね。確かに気になって、だったらどうしよう、じゃあいいですっていう風に思う方もいるかもしれないんですけど、ちょっと様子見てください。あまりうまくいってなくて落ち込んでいるっていう感じがして、そこであなたっていう存在が浮上してくるっていうような見方になってしまうんですが、ただ日々お相手と仕事上かもしれないし、お話ししていく中であなたの中に癒しっていうのをお相手が見つけるみたいなんです。そこであなたに対する見方が変わっていくっていうのが入ってくるので、その後にまた変化していく可能性が十分に出てくると思います。まだ時の流れに身を任せておいてもいいかもしれない。お相手と日々会話を重ねる中で、
また変わってくるものもあるだろうっていうことですね。あとは自信をつけて進めていくことがとても大切になってきます。そうですね、ライバルがいて、その中争いたくないなっていう気持ちもあるかもしれないんですが、こっちが、これからどういう風になっていくのかっていうのがいずれあなたの耳に届いてくる時がやってくると思います。例えば前好きな人がいたんだけど最近お別れしたんだよねってことが耳に入ってくるかもしれない。それで自分に希望があるかもっていう風に光が差し込んでくるっていう流れになってくるかもしれないので、まずはこっちの方を様子見てください。どう変わっていくのかっていうこと。そして可能性っていうカードが出てるので、自分の成長やこれから2人の道のりのために可能性が秘められているので、この可能性を、捉えてください。可能性を胸に秘めてくださいっていうアドバイスカード。そしてお選びいただいたマナのカードからメッセージをもらっていきましょう。マナというのはハワイ語で奇跡、生命に宿る力、癒しの力を表しています。自分だけでなく他人も幸せにする神秘的な力を宿しています。あなたにとって心が震えるほど魅了されるものというのはどんなものでしょうか。あなたが無意識に惹かれているものには相手を幸せに導く力があることが隠されています。人生は驚きに満ちています。エネルギーを注ぐのは心の底から望むものです。ありったけの深呼吸をしてすべてのものに感謝の気持ちを表現しましょう。はい、マナは奇跡、癒しを表します。そしてあなたが心強く惹かれているものは実は周りの人、好きなお相手を幸せに導く力があるということも表しています。あなたが今強く惹かれているものは何でしょうか。今自分の中に見出している可能性、光とは一体何でしょうか。好きなお相手のこともそうですし、自分自身のこともそうです。そのあなたが可能性を感じている、光を感じていることはお相手を幸せにする力があるっていうことを信じてください。そして2人で一緒に幸せになる、笑顔になるんだっていう気持ちでこの光を信じていけばおのずと道は開かれていくでしょう。太陽のカードが出てきていましたから、はい、なので今辛いとかもうダメだ苦しいって思っているかもしれないけど、近未来変わっていく可能性が全然あります。はい、自分の方に風向きが流れてくるというか追い風が吹いてくるので、ここにぜひ乗っていきましょう。あと癒しのカードっていうのが出てきていたので、やはりお相手の体調不良とか疲れた気持ち、心っていうのを癒す力をあなたは持ってるので、お相手がその世間話でもね、お相手のことを癒してあげよう、元気づけようっていう気持ちがあれば、この方十分に反応してくれると思います。まずは癒しの力を届けるっていうのをアピールポイントの一つとしてお相手と仲良くなってみてください。今回は浅い関係の片思い、あの人に気になる人はいますかっていうことをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。浅い関係の片思い、この関係性です。そしてお相手に他に気になる異性はいますかっていうことをズバリ見ていったので、今回辛口の内容含まれます。で、辛口の結果になった方っていうのはあらかじめ辛口ですとお伝えしています。で、そうですね、この他に好きな人いますかっていうテーマに関しては辛口になる可能性が高いので、その場合はあらかじめ冒頭で辛口ですとお伝えしているんですが、もう辛いなってこれ以上見たくないなっていう方はもうそこで動画を止めていただいて構いません。ご自身の心の安定を第一に優先させてください。では今回は共通メッセージということでシャドウキャットのカードからメッセージをもらっていきましょう。はい、こちらから見ていきましょう。はい、そろそろそうですね、ご自身の意思表示
だったりとか行動に移す時がやってきました。もうその着飾っているあなたから抜け出す時です。そうですね。押し着せといって、あなたが誰かに合わせすぎていたりとか、それは自分の気持ちを抑えて周りに馴染もうとしていたりとか、その好きなお相手に見てほしくてあなたが頑張っていたのかもしれません。本音を隠していて、本当はこうしたいとか仲良くなりたいとかプライベートの中に持っていきたい、お誘いしたい、手をつなぎたいとか、そういう気持ちがあったのをぐっとこらえて今の関係性を続けてきたのかもしれませんが、もうそこから抜け出す時がやってきています。ついていくっていうカードもあるんですが、あなたがついていくのはお相手ではなくて自分自身です。もう誰かに合わせすぎるのをやめませんかっていう共通メッセージが入っています。または自分の気持ちを押し殺しすぎるのはやめませんかっていうことで、押し込めていた気持ちを少しずつ解放させていくとか、表現していくことっていうのがこれからのあなたに必要なメッセージとして入ってきています。自分の道を歩んでみてはいかがでしょうか。お相手のことが気になって、お相手の足跡ついつい追いかけていたとか、つまりは SNS を追いかけていた、お相手の SNS ついつい見ちゃうんですとか、逆にエゴサしちゃうんですとか、お相手の身の回りの交友関係を見ちゃうんですっていう方もいるかもしれない。今自由に見たりとかもできるので、ついつい見てしまって心病んじゃうんですとか、そういう方もいるかもしれない。我慢しちゃうんですとかね。だけどお相手の前ではそれを隠して、今の関係性やってるんですっていう方もいると思うんですけど、あまり追いかけすぎずに、そろそろ自分の道を歩み始めていきましょうっていうことと、あと、そうですね、このついていくっていうのはお相手についていくっていう意味ももちろんあるんですけど、そうじゃない意味もあって、自分の道を見つけて自分で今度は自分の道を歩んでいくっていう意味もあるから、今回この2枚であなたの道を選んでくださいっていうようなメッセージが伝わってきます。我慢するのではなくて、そして合わせすぎるのでもなく、お相手のことを検索しすぎることもなく、自分の信じる道を進んでください。自分を信じるっていうのがちょっとね、難しい。何を指針にしてやっていけばいいのかって、自分を信じるっていうのが人によって解釈が違うと思うんですね。どんな自分でも自分を受け入れることなのか、自分の芯をしっかりと持つことなのかとか、大丈夫、自分できるって自分を鼓舞するのことなのかとか、人によって自信っていう捉え方が違ってくるので、じゃあそのキーワードくださいっていうことでもらっていきましょう。コウノトリのカードです。はい、ここは行動に移すチャンス、移動とか新しいところへお引越しするんですよね。自分が次の土地へ、次の世界へスタートしていきましょう。この道ではなくて、もう新しい道を飛んでいく、羽ばたいていく準備がもうできているんですよっていうこと。あなたが幸せに向かって自分の力で羽ばたいていくっていうことですね。この羽ばたくっていうのがイコール自信として捉えてください。今回行動に移すとか、言動を変えてみるとか、また場所の移動っていうこともそうなので、今までいる場所から全然違う場所に行くとか、今までここにとらわれていた SNS とかにとらわれていたところをシャットダウンして、もう違うところで自分は羽ばたいていくんです。 SNS にはとらわれません。自分の道を信じて、自分とお相手の直のこのやり取りだけを信じるんです。そういう道を進んでいきましょうっていうメッセージかもしれない。 SNS にとらわれている方っていうのは、今のメッセージがすごく響くんじゃないかなと思います。また周りの噂話に流されすぎていたっていう方は、もう噂話はシャットダウンして、お相手とのやり取りの中だけのことを信じるんですってことを決めることかもしれないし、自分で自分の中の一つ芯を決めるのは、あなたが新しいところへ向かっていく、行動していくことなんだよってこと、行動力っていうことかもしれないですね。行動力イコール自信、今までのところから羽ばたいていく、これを自信のワードとして捉えてください。では今回は共通メッセージとして以上のことをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきます。またぜひ遊びに来てください。そしていつも高評価やコメント、そしてチャンネル登録などたくさんの励みになっています。ありがとうございます。これからも体調気をつけていきながら投稿していきますので、よろしかったら応援のほどよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。